じゃあ今日はこの辺りにしておこうか。それぞれ課題点を練習してくること。お、そうだ。いっちゃん、歌詞作りって進んでる？いっちゃん、この前のライブ後に言ってたんだ。なんていうか、今のこの気持ちを詩に書いてみたいなって。一応歌詞も書き始めてはいるんだけど、自分の気持ちをごまかさずにちゃんと書くっていうのがやっぱりまだ難しくて、なんていうか、ふとした瞬間に恥ずかしさが邪魔をしてくるっていうか。まあそれはしょうがないんじゃない？そうだね。でも最初の曲の歌詞すごく良かったし、いちかちゃんの言葉で作ってもらえれば大丈夫だと思うよ。私もそう思う。だからもっといっちゃんらしさをドドーンと出しちゃおう。ほら、ありがとうみんな。頑張って私の気持ちを私なりの言葉で表現してみる。私ちょっとだけなら知ってるよ。憂鬱なイングリッシュ、針を示す。さっきストップ。もうそれは本当に軽い気持ちで、韻を踏めたらきっとかっこいいなんて思って無理しちゃったやつだから。そんなに必死にならなくてもいいのに。それにいっちゃんは頑張ってかっこよくなろうとしなくてもいいと思うよ。だっていっちゃんはそのままでも十分かっこいいもん。昔からずーっとね。そうだね。私今でもよく覚えてるんだけど、小学校の頃、私が男の子たちに意地悪されそうになった時、バッて両手を広げてかばってくれたよね。それ私も覚えてる。男の子たちもすっごいびっくりしてたよね。そうかな。あと子猫。木から降りられなくなった子猫を見つけた時もすごかったよね。ああ、あれね。いちか急にランドセルの中身を全部出して空のランドセルを背負って木に登っていったんだよね。それで子猫をランドセルに入れてあげたところまでは良かったんだけど、降りようとして下を見たら怖くなっちゃって、今度はいちかちゃんが動けなくなっちゃったんだよね。ほなみがそばにいた大人の人を呼んでくれたからすぐ助けてもらえたんだけど、あの頃のいちかちゃんって考えるより即行動っていう感じだったね。だね。喧嘩の理由も分からずに仲裁に入ってきたりもしてたし。あと雨が急に降ってきた時も私が濡れないようにって教科書を傘代わりにしてくれたり。その辺にしておかない？まだまだかっこいいいっちゃんの話たくさんあるのに。でしょでしょ。だからわざわざかっこつけなくても私たちのいっちゃんは最強なのだ。ちょっとさき、最強なのだはやめてよ。
あれから歌詞を書いてみてるけど、やっぱりちゃんと伝える言葉って難しいな。大丈夫。わざわざカッコつけなくても私たちのいっちゃんは最強なのだ。前にカイトが言ってくれた言葉は嬉しかったし、さきもああ言ってくれてた。でもただそのまま言葉にするだけで伝えたいことが伝わる歌詞になるかっていうと、何かが足りてない気がする。まだ表現の仕方とか言葉選びがちゃんとできてないからだろうけど。あの頃のいちかちゃんって考えるより即行動っていう感じだったね。考えるより即行動。確かに中学に入る前まではそんな感じだったかも。でも中学ではクラスがバラバラになったせいか、なんとなく距離感がわからなくなって、どこまで聞いていいのかとか考えるようになって、空気を読めるようになったってことなんだろうけど、中学の頃はどんどん離れていくほなみや志保を見てることしかできなかった。昔はできてたことや持ってたものを今の私はできてないし持ってない。小さい頃の考えるより先に体が動いてた頃の私の方がもっといい歌詞を書けてたかもな。ミク。ねえ。困りごとっていうか。そうだ。ほら。何この光ってる玉。まさか星が落ちてきてっていくら世界でもそれはないよね。思いのかけら。世界ってそんなこともあるんだねえ。でも